こんにちは。自然を加工チャンネルのくにこです。皆さんはスケッチに行くとき、どんな水彩絵の具を持って出かけていますか？外で描くときって、絵の具をたくさん持っていくと荷物が重くなったり、使いにくかったりしますよね。でも、色が少なすぎても、あの色がないと困ることがあります。そこで今回は私がいつも使っている8色のパレットで自然のスケッチをするときにどんな風に色を作っているかというのをご紹介したいと思います。普段自宅で使っているパレットはこのウィンザー・ニュートンのメタルパレットです。絵の具の発色がとても綺麗で気に入っているんですが、本体がね金属製なのでとっても重たいんですよね。ネイチャージャーナルは水彩画みたいに腰を下ろしてじっくり描くというよりは、歩き回って気になったものを見つけたらささっとスケッチしてその場でできたら色も塗りたいんですよね。ですのでもっと軽くてコンパクトに持ち運べるパレットが欲しいなと思っていろいろ試してみました。最初は無印良品の名刺入れってあるじゃないですか。金属製のものなんですけど、それを使ってみたんですがね、やっぱり金属だったので錆が出てしまったりとかして失敗しました。なんか茶色いものがね絵の具の中にね入っちゃうんですよね。そしてその後に作ったのが無印の小物ケースに、タレ瓶あるじゃないですか。お弁当の醤油とかを入れる四角いタレ瓶なんですけど、そのタレ瓶を切って仕切りにしてパレットにしたんですよね。で、これはね、すごく軽くて持ち運びには一番便利だったんで、持っていく時も軽いですし、何しろこのスケッチブックにセットした時に軽いっていうことが大事なんですよね。これはね、軽いのでね、一番便利で気に入って今はこれをずっと使っています。ちょっと使い方を紹介するとですね、このペンとかはポケットに入れたり、小さいポーチに入れたりして持っていて、で、これをですね、これがパレットなんですけど、スケッチブックを後ろにですね、こんな風にセットして開いて、それでここがパレット、一応色を混ぜるところなんですけど、小さいじゃないですか。なので1色か2色作って、で次の色を作りたいなと思った時に色を取ってしまわなければいけないので、それをするためにここに雑巾をぶら下げてます。ちょっとかっこ悪いんですけど、今のところこれが一番使いやすいかなっていうことで。で、このテニスなんかの時にね、するリストバンドはタオル地のもので、これが雑巾の代わりですね。最初なんかウエスをマジックテープでここに留めたりとかしてたんですけど、そういうのでもいいんですけど、このタオル地のリストバンドだとゴムになっててね、さっとつけれるので、これが便利で使っています。で、ここで色を水筆ペンで混ぜて塗るっていう感じですね。ちょっとこのね、色を混色するところをね、録画してたんですけど、撮れてなくってですね、これ一応のテイク2なんですけど、録画できてなかったので、この状態なんですけど、この色と、この色を混ぜると、この色になるっていう。これとこれを混ぜるとこの色になる。これとこれを混ぜるとこの色になる。黄色とピンクを混ぜるとオレンジになる。緑とピンクを混ぜるとちょっと彩度が落ちた色になる。っていうのをお見せしたかったんですけど、できてしまったのでここから始めていきたいんですね。で、これも、さっきやったんですけど、ピンクを水でだんだん薄くしていくと明るくなるっていうことですね。で、これ発色、ここに入っている色なんですけど、で色の説明をもう取れてなかったので、もう一回するんですけど、左上に入っているのがこれですね。オルベインのバーミリオンヒューです。右にここにあるのがウィンザー・ニュートンのパーマネントローズです。こ
ホルベインのオペラでもいいと思います。なんかこれは前買ってまだあるので、こちらを今使ってるんですけど、もしこれがなくなったら、オペラにすると思います。ここに入っているのがこのライトレッドですね。ちょっと茶色っぽい赤ですね。でこの一番右下にあるのがパーマネントイエローレモンです。カドミウムイエローの方が鮮やかでいいんですけど、ちょっとカドミウムっていうのはあんまり使うのやめようかなって思っているので、なんか毒性がちょっとあるっていうことなんで、一応パーマネントイエローレモンを使っています。でこれはウィンザーニュートンの右上の部分なんですけど、これにした方がいいかな。この色ですね。パーマネントブグリーンです。でこれが、ホルベインのホリゾンブルー、水色ですね。でこれがホルベインのウルトラマリンライトです。でこれはペインズグレーという色が入っています。2色だけウィンザーニュートンで、あとはホルベインですね。色についてはですね、この本を参考にして選んでいます。失敗しない水彩の色作りという、久山和恵さんの本なんですけど、以前私のチャンネルで透明水彩3色で色見本を作ってみたという動画をアップしています。こういった色見本を作っているんですけど、この3色だけでもいろんな色が作れるんですけど、やっぱりね、全部の色を混ぜて作るっていうのはちょっとね、外でやるには大変なんですよね。ですので、今回はその基本の3色にですね、この方も8色使ってらっしゃるんですよね。8色のパレットを作ってらっしゃるんですけど、ブルシャンブルーだけちょっと青がこうかぶってるので、そんなに私海とかあんまり描かないので、その代わりに私はバーミリオンヒューを足して使っています。自然を描くときに必要になる色はたくさんあるように思えるんですけど、大きく分けるとこんな感じになるのかなって思います。山や木の葉の緑系、木の幹とか岩、土なんかの茶色系、花や木の実などの赤とか、その他花の色ですよね。それから空とか水辺なんかの青系、雪とか石とかコンクリートのグレー系、この5つぐらいに分けて考えると割とシンプルになるんじゃないかなって思います。でそれに加えて眼帯とか天気によっても色の見え方は変わりますし、遠くにあるものは青っぽく霞んでいたり、近くのものははっきり見えたりとかします。そういう違いも意識しながら、ご自身の持っている色をどうやって混ぜて使うか工夫するといいんじゃないかなって思います。はい、では、まず緑系の色から作ってみます。私はタップグリーンを基本で使って、でもっとですね、若葉っぽいような色にしたいなって思ったら、こんな風にね、黄色を混ぜて明るくしますね。次にもっとですね、濃い部分を塗りたいなって思ったら、今度はウルトラマリンを混ぜます。そうすると今度緑っぽい色になりますよね。次にこの緑のサイドを落としたいなって思ったら、こんな風に、バーミリオンヒューとかライトレッドでもいいと思うんですけど、を混ぜて、サイドを落とします。で、なんかこの表を作って思ったのが、このホリゾンブルーとイエローを混ぜた色もすごく綺麗だなって思ったんですよね。なんかこういう色って本当使わなさそうな感じもしますけど、なんか変わった木の芽とか
で、こういう色のものがあったりするんですよね。なのでこの色も使っていきたいなとかって、ちょっとこれをやってみて発見があったんですけど、結構ね、めんどくさいけど、こうやって毎回ね、色を拭って作ってるんですよね。この色ね、なんか綺麗じゃないですか。なんかね、若葉でこういう色あるんですよね。まあ、こんな感じでもっとね、緑を多くしたかったら、どんどん青を混ぜていけば、またね、違った色になりますよね。ちょっと青っぽい。もっと青くしようかな。まあ、こんなに青いのはないかな、あるかな。こんな感じ。そして、次にね、茶色系を作ってみようかなって思います。茶色系は、ここにない色でね、一番欲しいなって思うのは、オーカー、黄土色ですね。黄土色は、例えば私はよく河原を描いたりするので、ヨシとか枯れた草とか、ちょっと黄色っぽいけど、まあこういうオーカーですよね。で、ここにですね、緑を足すと、ちょっとくすんだ、ちょっとくすんだオーカーになりますよね。なんかこういう風に違いが出ると、草っぽい感じが出たりするので、ここに多めの黄色にライトレッドを入れて、で、その後に、ちょっとサップグリーンを入れると、こんな感じの黄土色ができます。オーカーはね、とてもよく使うので、発色の中にね、できれば入れたいんですけど、こういう風にチューブから絞り出したものをそのまま使えるようにしたいんですけど、まあ一応作ることにしています。で、混色すると色がなくなった時にもう一度同じ色にするのが結構難しいんですよね。ですので、色がないことっていうのはデメリットなんですけど、なんかいいこともあるんじゃないかなって思っていて、それはね、同じ色にならないことで逆になんか自然っぽいんじゃないかなって思ってるんですよ。まあ、なので、いろんな色をたくさん持っていくこともいいんですけど、逆にこれでね、いろいろ作るっていうこともいいのかなって思ってます。そして赤茶ですね。赤茶はね、よく使うんですよね。まあ、このライトレッドだけでもいいような気もするんですけど、この、まあ、こういう、結構ね、これ赤が強いですね。もう少し、じゃあ、黄色いこうかな。黄色を混ぜると、まあ、こんな感じの色ですよね。あ、ちょっと違うかな。ちょっと薄いですね。うん。
になりますし、これを焦げ茶にしたかったら、今度は青を混ぜていくといいんですよね。これもよくある、なんだろう、バーントアンバーかな、バーントアンバーとかそういう感じの色ができますよね。で、さらに焦げ茶にしたかったら、もっと青を足すと、今度、なんかセピアっぽいような色になりますよね。で、あとは、木の幹とかって、なんだろう、オリーブグリーンみたいなのが、苔みたいなのがついてたりするので、ここに緑を足していけば、こんな感じの色ができたりとかっていうのもありますね。はい、で、じゃあ、ちょっと赤系に行こうと思います。花の、なんかこう、ピンクっぽい花ですよね。こんな感じのピンクっぽい花の場合は、パーマネントローズですね。パーマネントローズをそのまま薄くしてのせますね。で、ですね、赤の場合は、最初にね、黄色を引いておくんですよ。で、これが乾いたら、赤をね、作ってのせます。そうですね、オレンジは黄色に、バーミリオンヒューですね。黄色とバーミリオンヒュー。ちょっと薄い。これ薄いですけど、オレンジ色ですよね。で、あとは黄色い花がとってもよくあると思うので、黄色はこのままですね。このままの黄色を使ったり。で、影にはこういう黄土色にしたりとかしますね。で、ちょっと黄色が乾いてきたので、ちょっと赤を作ってみようと思うんですけど、赤は、パーマネントローズと、バーミリオンヒューで作っていきます。こんな感じですね。そして、1回でね、1回でやると真っ赤にならないので、また乾いたらこの上から同じのを塗ります。これはこれでよしとしますね。何回かね、2回までなんですけど、重ねると下の色よりも濃い感じになってくるんですよ。そうするとなんかこういった赤い実ですよね。が綺麗になります。こんな風に白抜きにすると光った感じが出ますね。あとは花。これは赤系なので、こんな感じですかね。紫もあった方がいいかな。紫はこんな感じですよね。パーマネントローズと、ちょっと綺麗ですよね。ちょっと紫っぽい。机の上でこれを使うのは逆に難しい。はい。じゃあ次は、空ですね。空の青は私はホリゾンブルーをそのまま使いますね。
こんな感じで、まあ雲の部分をねこう残したりとかして塗りますね。そしてちょっとですね、黄色を混ぜるとちょっとなんか柔らかい感じになるんですよね。あとは、ブルーを混ぜて、青い空の時もあるので、まあ、そういう時は青を混ぜていくっていう感じですかね。あとは川などのね色はね、空の色とか周辺の木々の色を映したりするので、灰色っぽかったり緑っぽかったりっていうことがあるので、まあ、緑っぽい時はもうそこにまあ川だったらこんな風に横にねこう緑がこう映ってるようなところだったらこんな感じで塗ったりとかして、濃い時はもう本当にこの青をこのまま水面とかこういうふうに横に塗るといいと思います。まあいろいろね、緑もねパターンいろいろあるので、それをまあ横向きに塗ったりしていくとちょっと水っぽい感じになるのかなって思います。そして雪景色を東京で描くことはあんまりないと思うんですけど、まあ描くとしたらちょっと紫っぽい感じがいいと思うんですよね。まあ、なのでこういう風のを影で入れたりとか、あとですね、こういう紫っぽい色を私は干潟をよく描くので、こういう干潟を描いた時に紫っぽい色を使ったりします。今は何混ぜたっけな、ペインズグレーとパーマネントローズとウルトラマリンを混ぜたのがこんな感じの色ですね。で、あとまあコンクリートとかだったらもうペインズグレーをそのまま薄くして、ちょっとこれ濃いですね。こうなんか、まあ、コンクリートのなんかちょっと影なんかを描くときに使うと思うんですけど、まあ道だったらこんな感じで。そしてどうかな、石とかだったらもうちょっとなんかあったかい感じの色がいいと思うので、赤を混ぜたりとかして、赤か、ライトレッドとかを混ぜたりするとこんな感じのあったかいグレーができるので、これをまあ岩とかね、あったかいグレーですね。こっちはちょっと冷たい感じのグレーだと思うんですけど、まあこんな感じで、まあその時々によってね、作る色も変わってきたりとかするのもまたいいのかなって思うんですよね。まあというわけで発色なんですけど、私は結構この表を作ってみて思ったんですけど、割とたくさんできるんだなっていうことが分かりました。もっとね、これはだいたい半々ぐらいの割合で作ってるんですけど、混ぜる時にこっちを緑を多くするかピンクを多くするかでまた変わってくるじゃないですか、色が。だからすごい無限大にできると思います。こんなにネイチャージャーナルでね、複雑な色を自然の色に全く近づけて作ろうっていうことはしなくていいと思うんですけど、もしね、行くのがね、億劫になるほど重い荷物を持っていくんであれば、こういう軽いものを工夫して作って持ってくっていう
のでもいいですし、逆にこういうのを作るのがめんどくさいし、こういうこともやりたくないっていう風であれば、既製品のものとか、あとは、色鉛筆にしても全然いいと思うので、何はともあれ、外に行って、こう自然を観察するっていうのがやっぱり一番大事なのかなと私は考えています。はい。というわけで、今回も、最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録やいいねもお待ちしておりますのでよろしくお願いいたします。それではまた。